こんにちは、メイです。今回は部屋のテーマを変えずに、住民のお部屋をおしゃれにする4選です。今回のルールは、1、お部屋のルールはそのまま。2、住民が通れる幅を確保する。3、住民っぽさを大切にする。4部屋作りますが、残り3部屋はメンバー限定で公開予定です。2人目はナッキーのお部屋です。初期のニットリ部屋なので、本来のお部屋の姿に戻します。これが本来のナッキーのお部屋ですね。調べて再現しました。水色ベースでラタンがあるので、リゾートスタイルですね。リゾートスタイルを自分の体の色で表現した感じです。入り口から入ってすぐお風呂が見えるのがプライバシーのかけらもないですね。正直元々がおしゃれな家具と組み合わせなので、レイアウトを変えるだけでかなりおしゃれになりそうです。出来上がりがこちら。ほぼ同じ家具を使って水色ベースから白ベースにしました。水色は交代色といって使い方によっては部屋の奥行きを与えたり狭く見せたりする効果があるので一部だけ使うことにしました。部屋全体の膨張色プラス部屋の奥に交代色で実際より部屋が広く見える効果も狙っています。あとは実際に説明しながら作っていきます。テーマは水色と白の爽やかなリゾートスタイルです。部屋の概要です。変えたのはエントランスだけです。部屋の大きさは変えられないので特にやることはないですね。壁紙と床の詳細です。青いメトロタイルの壁はナッキーの部屋でもともと使われていたものです。入り口から一番遠い壁にアクセントボールとして設定しました。最初に一番奥の浴槽を作っていきます。入り口の近くに浴室なんてこんな可愛い水色のアヒルのことなんだと思ってんだと憤りを感じました。プライバシーを考慮してなるべく部屋の奥にします。ここまでは場所を変えただけですね。チェックウォールステッカーを使って窓をつけていきます。窓をつけますが、こちらからはお風呂が見えないように対策しますのでご安心ください。窓の前に柱を立てて防犯対策をしていきます。水色が多すぎるので仕切り壁で壁を隠します。ラタンのベッドは青色でしたが、青が多すぎても統一感に欠けるので、壁と床の色に合わせて白にしてあります。大きい家具の色は壁や床に合わせた方が無難におしゃれになります。アイアンシェルフを浴槽の前に置きます。セフィレラを置いてさらに奥を見えづらくします。これで玄関からは直接は見えなくなりましたね。入り口側には身だしなみチェックのできる鏡を置いていきます。右手前はリビングです。こちらは奥が見えやすいように背の低い家具にしています。これで完成です。これがビフォー。これがリフォーム後。配置と色だけでかなり印象が違うかと思います。底冷えするタイルで生活していた水色のアヒルがようやく木のぬくもりを感じれるようになりましたね。タイルは結構冷たい印象が残るので、ぬくもりのある生活感を出したいときはウッド系がおすすめです。2人目は黒猫キャビアのお部屋です。オレンジの壁紙が眩しいですね。左がオレンジウッド系のアイアンウッドの家具ですね。その一方で右側がシックな家具なので、テーマにばらつきがあるということは、キャビアは多趣味だということですね。真面目系プラス多趣味でよく本を読んでいるという性格を生かしたお部屋に変えていきます。これがリフォーム後です。全体をシックでヴィンテージな感じにすることで、アイアンウッドのクール系とシック系をまとめました。詳しい解説は作りながらしていきます。テーマはインドアで多趣味な猫です。部屋の概要です。壁紙と床の詳細です。床は変えず、読書家ならではの壁一面に本と、全体をまとめ上げるためにちょっとエレガントでシックな壁を採用しました。趣味一つ目のピアノスペースを左奥に作ります。キャビアなら幼い頃からピアノをたしなんでいそうですよね。右側は変わらずアンティークなテーブルを置きます。窓側に寄せて朝日を浴びながら読書などの朝活もできます。脚立は本棚の上のものを取るようです。黒にして目立ちにくいようにしています。フローリングタイルを敷いて部屋を気持ち程度分けます。これが違うテーマをミックスする時の重要アイテムです。レンガの柱を4本立てます。赤レンガにすることでアンティークな雰囲気が出せます。
壁の代わりに突っ張りラックを置いて後ろを透けさせます。アイアンとシェルフとキッチンを置いて趣味の料理をする場所を作ります。豆のブレンドとかも趣味にしていそうな雰囲気です。趣味をしている姿を映す鏡も欠かせません。元からあった家具を使います。住民の好みは尊重したいですね。料理と関係ない絵画を飾ります。裸電球はゴールドにしてアンティーク感を出します。これで全て完成です。住民の好みを尊重した部屋作りができたのではないでしょうか。これが元のお部屋です。同じような家具と色でも壁紙とフローリングタイルで印象がかなり変わりましたね。違うテーマ家具がミックスされているときは色などで揃えると違うテーマでも違和感が少なくなります。また違うテーマでも共通点がある場合があるので、共通点から全体の雰囲気を決めるとやりやすくなります。3人目はボブのコーヒーショップです。元のテーマ×コーヒーショップにしていきます。現在のボブのお部屋です。ログハウスの木のぬくもりがあって全体的に色も統一されていてすでにおしゃれですね。制作チームの好きなキャラは元からおしゃれな部屋率が高い気がします。このログハウス×コーヒーショップというテーマでお部屋作りをしていきます。作り終えた姿がこちら。木のぬくもりや家具はそのままにコーヒーの家具を付け足しました。作りながら詳しい解説をしていきます。まずは部屋の概要です。壁紙と床の詳細です。ボブの部屋のデフォルトの状態で作っていきます。一枚板のテーブルを使ってカウンターを作ります。色は床や壁と同じ色にして統一感を出していきます。カウンターからキッチンが丸見えのライブキッチン型のコーヒーハウスですね。掃除も作業も完璧を求められる職場ですね。コーヒー関連の家具を置いてお店っぽくしていきます。丸太のスツールを使って木のぬくもりを増し増しで、同じ家具を置くときは3つだとなぜかおしゃれに感じる効果があるので3を多用していきます。チェックオンウォールステッカーを使って裏口のドアを作ります。鹿のオブジェはもともとある家具ですね。食器類は天井からぶら下げます。これ誰が手届くと思いながら飾っています。ここでも登場裸電球。どこでもおしゃれさが万能です。カウンターができましたので部屋を温めていきます。ちなみにシトロン島は夏の島なのでサウナ状態のコーヒーハウスですね。美味しいカフェミュージックをかけていきます。ログソファーは一人でゆっくりしたい人向けですね。キッチンの前に椅子を置いてあげるといい感じに写真が撮れるのでおすすめです。これで完成です。これがコーヒーハウスに改造される前のボブの自宅です。こちらが改装後のコーヒーハウスです。木のぬくもりはそのままに自宅をコーヒーハウスにした感じになりました。住民の家をお店屋さんにする方も多いと思いますが、もしテーマに迷ったら元の住民のお部屋のテーマを使う選択肢もありかと思います。最後はジェシカのお部屋です。これまでの住民の部屋の中で一番癖が強いですね。実家にある使われていないガレージを彼女なりにリフォームしたような雰囲気です。赤色の家具がメインでバンドをやっている雰囲気もあります。かっこいい系の女って感じがとってもクールです。赤をメインにしてバンド仲間と集まれるようなちょっと大人な空間にしていきます。仕上げたお部屋はこちらです。大人になって趣味にお金をつぎ込んだ感じを目指しました。作りながら解説していきます。
はじめに部屋の概要です。窓はなしです。ライトは白でかなり暗めで間接照明を多用していきます。壁紙と床の詳細です。音楽をするので防音性のあるパンチングモード、ヴィンテージガレージ風で赤レンガと P タイルです。右奥から作っていきます。ここは音楽を聴いたり編集したりゆっくりと過ごすスペースです。木製ウォールパーテーションはレコードなどを飾るようです。ここはあえて茶色のソファーにして赤をやりすぎない感じにします。テーブルの代わりに木箱、古いスーツケースの机とかだったらもっとクールですね。小物系はジェシカの好みに合わせて赤色にしていきます。ロックスターのプロマイドですね。ジェシカお気に入りの赤いエレキギターですね。これは絶対に外せません。ネオン看板は壁掛け家具としても欲しかった家具ですね。レトロな給油機はガレージ向けアイテムでおすすめです。ギターに加えドラムも買い足したジェシカさんです。もちろんこだわりの赤色です。ガレージらしくスクーターも置いていきます。左手前はミニバンです。ガレージにミニバーってかっこいいですよね。床の飾り付けが終わったので壁にぎっしり飾ります。壁掛けのネオン管を使ってレトロな感じも出していきます。色は紫と赤を使います。音楽のジャケットを挟むようにネオン管を飾り付けます。ドタケ系の音楽はジャケットがクールな感じのものを選んでいます。きっと音楽を作る方はジャンル問わずいろいろ聞くと思うので、あまりジャンルは考えていません。ガレージなので自転車も欠かせませんね。こちらは絵画を飾り付けます。絵画はレトロなポスター感覚です。正面の壁が飾り付け終わりました。右側は音楽スペースなのでスポットライトで照らしていきます。楽器を間接照明で照らすとかっこよさ増し増しです。ボトルのウォールシェルフを使ってミニバーを作ります。壁の端同士にくっつけるように飾るといい感じになるのでおすすめの飾り付け方です。こちらも手元を照らしていきましょう。音楽を聴くスペースの背中側の壁も正面の壁と同じようにトタケ系のジャケットをたくさん飾り付けていきます。これで壁が終わったので天井を飾り付けます。天井家具は赤ではなく黒で統一。ぎゅっと黒で締めていく感覚です。これで全て完成です。大人の雰囲気のあるヴィンテージガレージ風の趣味をたしなむ部屋ができました。以前の部屋はこんな感じ。これが完成したマキシマリストの部屋。物で溢れているところが趣味部屋っぽいですね。住民の部屋を作るときはよく観察して普段の会話から好きなものを見極め、愛を持って作るのが一番ですね。部屋作りをすることでもっとその住民を好きになれるのでとても楽しい時間でした。住民への愛を感じると思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。次回の配信日にメンバー限定で残り3兵の紹介をします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。